どうもこんにちは、ランパパでございます。本日はですね、ハセツネ 30K でも使用したトレランのポールをですね、ご紹介したいなと思います。何でもそうだと思うんですけれども、初めて物を買う時って、初めてだからとりあえず安いの買っとこうかなというような場合と、あと初めてだからこそちょっと高くていいの買っておこうかなという場合、大きく分けて2つぐらいあると思うんですけれども、今回は前者、とりあえず安いの買っておこうというような方に対してはね、すごくいい商品かなと思います。私がね買ったのこれですね。中華製のトレラン、トレッキングのねポールなんですけれども、価格がですね2本で5000円ちょっとで買うことができます。トレランのポールって私が思ってた以上に結構高くて、1万円とかねそんくらいで売ってるなっていう感覚あったんですけれども、あれって1本の価格なんですよね。なので思ったより高いなと思ってて、それほど年に何回使うかわからないのにそんなにお金かけたくないなというふうにね思ったので、とりあえず安いので様子を見ようかなというふうに思ってね、このポール買ってみました。日本で5000円なんですけれども、作りとしては、有名どころで言うとモンベルのUL フォールディングポールというのがあるんですけれども、それとですねほぼほぼ同じような作りかなというふうに思います。こういうふうにね3つに分かれるんですけれども、こうワイヤーがあるので、ここをね引っ張っていくとこうつながっていく感じですね。で最後にここの部分をカチャッとやると、このようにね金具が飛び出てきます。これでねロックされるという感じの作りになっています。で折りたたむ時はこの金具をパチッと押すと、ロックが外れるので、こういうふうにすると折りたためると。で収納する時はこのねジャリジャリこのジャリッとするやつで巻くっていう感じですね。で一応割と長めに作ってあるので、こう2つね束ねて巻くこともできますね。で使用感なんですけれども、ハセツネで、第一関門過ぎてから3時間ぐらいしかね、使ってはいないんですけれども、非常にね足の負担の軽減には役立ちました。で重さはですね、先ほど測ったら1本あたり 173g なので、それほどね重くも軽くもない、他のねポールと比べてみるっても、それほど重くないなというふうに感じましたね。どっちかというと軽いぐらいじゃないかなというふうに思いました。でこの直径なんですけれども、直径はね先ほど測ったら 1.3mm でした。なのでそんなに太くはないので、体重をね全体重預けるような使い方をすると曲がってしまう可能性はありますね。丹波のアドベンチャートレイルとかね、足場がしっかりしてないところにポールをついてぐっとね体を引き上げるようなね動作が連続するような使い方だとちょっと役不足かもしれないんですけれども、階段とかねそういったところの足を引き上げるような動作で使うにはね十分に機能するかなというふうにね思います。でこれメーカーはですね、中国のメーカーなんですけれども、オウニーツィエというですねメーカーですね。アウトドアのね用品なんかを検索すると結構このメーカー、検索してすると上の方に出てくるんですけれども、そちらがね手掛けている商品ですね。で私が買ったのは代理店なんでしょうね。アザルシスっていうんですかね。日本で5000円なので、もしね曲がって使えなくなったらまた新しいのをね買えばいいかなというぐらいのお値段なので、私はねこれでも十分かなというふうに思っております。ということでね、今日はねハセツネ 30K で使ったトレランのポールについてね、紹介をしてきました。初めてトレランのポールをね買ってみようというような方、いろんなメーカーからね出ていると思うんですけれども、こういった商品もねありますので、もし気になった方チェックしてみてはいかがかなと思います。はい、ということでね本日の動画以上になります。この動画がいいと思った方はグッドボタン、またチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。また日々のランニングのログをストラバの方にアップしております。概要欄にね、リンクの方を貼っておりますので、もしよろしければそちらのフォローもよろしくお願いいたします。
ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。バイバイ。